はい、キリオです。今日はおじさんが使っているアイケープのコーヒータンパーをご紹介。ずらっと並べてみましたけど、これがアイケープのバージョン3キャリブレーティッドコーヒータンパーの全モデルになります。で、アイケープのね、バリスタツールを順次紹介していこうと思いまして、新しいね、バージョン5も出てるんですけれど、まず基本っていうか、オーソドックスなバージョン3をご紹介しようかと思って今日並べてみました。この V3 キャリブレーティッドコーヒータンパーは2つのスプリングを採用したスプリング内蔵式のコーヒータンパーになります。デュアルスプリング構造と言いまして、一つは単ピングそのものの圧力のスプリング。これが30ポンドですね。で、もう一つのスプリングは単ピングの際にタンパーのバランスを保つためのスプリングとして使用されています。わかりやすいのは、下のスプリングが30ポンドの圧力を発生するメインスプリングで、上のスプリングが単ピングの時のタンパーのバランスを保つために使用されるスプリングになっています。それでスプリング内蔵式タンパーを使うメリットは2つありまして、1つは単ピングの圧力がスプリングの規定の圧力によって毎回同じ圧力で単ピングができると。単ピングによる変数を減らせるっていうところですよね。これがまず大きなメリットの一つです。で、もう一つがタンパーの下のスカートの部分がバスケットの縁にセットされるので、毎回水平に単ピングができる。単ピング自体を安定して行うことができるというのがこのスプリング内蔵式タンパーのメリットです。実際に単ピングを行うとどのように機能するのか実演してみますね。タンパーをバスケットにセットします。で、この状態で単ピングを行うと、このようにきれいに水平に単ピングがされます。それで機能性が良くて、その割に比較的リーズナブルな価格設定になっているので、iCape の中ではこの V3 キャリブレーティッドコーヒータンパーは、ベストセラーの一つですよね。で、ベストセラーだけあって、実はこれマニアックな話なんですけれど、同じように見えて、実は今まで2回ほどマイナーチェンジというかアップデートが行われています。で、それどういった内容なのかっていうのをちょっと説明しますね。このブラックとシルバーとこのウッドハンドルのタンパーは、おじさんがアイケープから一番最初に提供された V3 タンパーになります。で、この初期モデルは、このベース部分が、このリップル形状のベースになってるんですけど、このベース部分のサイズが 58.35 ミリでした。マイナーチェンジで、今販売されているものは、ここが 58.5 ミリに拡大されています。見た目ほとんどわからないというか、58.5 ミリのタンパーと重ねてみると、ほんのちょっと段差が出るかな。こういう感じでね、重ねてみると、微妙に段差があるかなっていうぐらいなので、実際に使ってみて、それほど大きな差があるかっていうと、抽出自体に大きな影響、そこまであるかっていうと、実際には感じません。この旧モデルを使って撮影する時もあるんですけど、特に大きな違いはないです。ただ、コーヒー粉のバスケット壁面の残りがちょっと多いかなっていうぐらいの違いはあります。それでこの時代は、スライドさせると支柱が出てくるんですけど、この支柱が六角形の形状をしてました。スプリングの重さ自体は30ポンドで固定なので、今のモデルと変わりません。これはシルバーです。シルバーも六角形の形状になってます。これがウッドハンドル。初期モデルの中ではおじさん、
木製ハンドルが好きなので、このウッドハンドル結構気に入ってます。このウッドも六角形の形状ですね。それで去年の後半かな、新しく追加されたモデル。これが2回目のマイナーチェンジなんですけど、これはビッグマイナーって呼んでもいいような内容になってます。で、具体的に何が変わったかというと、初期モデル、中期モデルまでは六角形だったんですけど、この新しく追加されたモデルは、わかりますか？円柱タイプに変更されました。タンピングした時のスムーズさというか安定感が上がりました。動きもすごくスムーズになってるんです。後期モデルは新しい新色の、例えばこれ、ホワイト。これも円柱タイプになってます。あと、今見せたこのオールブラックですね。この下のブラックは、チタンコーティングになってまして、コーヒー粉、タンピングした際に、コーヒー粉の付着を減らす意味合いでコーティングされてます。あと、新しいウッドハンドルのバージョン3ですね。で、これもオールブラック仕様になってて、同じようにリップルベース部分がチタンコーティングされてます。最近おじさんがよく使うのはこのブラックタイプのウッドハンドルをよく使います。あと中期モデルで人気だったのが透明タイプのタンパですね。透明なタンパってなかなかないので、これは人気でした。一回あれかな、プレゼントキャンペーンか何かやった時も結構応募がありましたね。中期タイプの透明タンパはちょっと内部のガタつきがあったのかな、材質の関係で。で、そこを改善したのがこの後期タイプの透明タンパになってます。すごくスムーズに。前の中期タイプのやつだと引っかかりがある時があったんですけど、これ全く引っかかりがなくなったので、すごくスムーズに押せるようになりました。今回後期タイプで追加されたのがこのクリアブラック仕様が追加されました。なかなかね、かっこいいなと思います。構造自体はこの透明タイプと同じで、中に使われているスプリングも赤いスプリングなんですけど、やっぱり半透明でブラックになっている分、ちょっとかっこいいなと思います。いいと思います。概要欄の方にね、おじさんの25% 割引コードのリンクの方を貼っておきますので、もし購入検討したいなという方いらっしゃったらご活用ください。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。